いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回は冬に有効とされる浮き深瀬釣りでクロダイを釣る方法を解説していきたいと思います。深瀬釣りが初めての方にもわかるように必要なタックルなどにも触れていきたいと思います。クロダイ釣りは今回ご紹介する浮き深瀬釣りだけでなく、団子釣りやヘチ釣りなど様々な釣り方があるところも面白さの一つと言えますね。このように様々な釣り方があることで、例えばハイシーズンはチニング、オフシーズンは浮き深瀬釣りといったように釣り方を変えることで、クロダイ釣りの面白さを存分に味わうことができるのではないでしょうか。それではいつものように結論から見ていきましょう。クロダイは一年中釣れる。水質は濁りが重要。棚取りが運命を分ける。この3つの結論について解説していきたいと思います。この動画は冬にクロダイを釣ってみたいという方はもちろん、浮き深瀬釣りをやってみたいという方も楽しめる動画になっていますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。そこで本日の目次です。クロダイの生態。冬に狙うポイント。浮き深瀬釣りのタックル。冬クロダイの釣り方。そして動画の最後には特典パートとしてクロダイの美味しい食べ方を2つご紹介いたしますので、最後までご覧いただけたら幸いです。それでは本題に入ります。まずクロダイの生態から見てみましょう。クロダイが捕食活動を行う適水温は10度から30度です。陸から狙う魚としては最も幅広い水温への適性があります。そのせいか夏のよどんだ海でも泳いでいる姿をよく見るため、美味しくなさそうというイメージがあるかもしれませんね。さて、幅広い適水温のおかげでクロダイは基本的に一年中釣れますが、その中でもベストシーズンは3月から5月と10月から11月の2回です。このベストシーズンのうち3月は産卵のため浅瀬に上がり積極的に捕食します。これをのっこみと呼び、最もクロダイ釣りが盛り上がるシーズンです。ちなみに今回はのっこみシーズンの前、12月から2月頃を対象に解説していきます。次に冬に狙うポイントを見ていきましょう。まず先ほどクロダイは一年中釣れると説明しましたが、やはり低水温期は活性が悪いです。そこで水温が安定する場所、つまり潮流の影響を受けない場所を探す必要があるということです。具体的には外洋の影響を受けにくい内湾や湾土がおすすめです。またクロダイの場合は水質がクリアになると警戒心が強くなり、食いが渋くなる傾向があります。そのため水質の影響が少ない水深がある場所や濁りがある場所も積極的に狙ってみましょう。次に浮き深瀬釣りの一般的なタックルをご紹介します。竿は磯竿の 0.6 号から 1.5 号で、長さは 4.8 メートルから 5.3 メートル程度がおすすめです。リールはナイロンライン3号を150メートル前後巻ける小型のスピニングリールが適しています。このリールについてはレバーブレーキ付きのものが人気となりますが、操作には多少の慣れが必要です。しかし浮き深瀬釣りを今後も続けていくという方は、最初からレバーブレーキ式のリールを購入するのが良いでしょう。これは私の偏見かもしれませんが、レバーブレーキのリールって雰囲気が出てかっこいいと思いませんか？なのでせっかく深瀬釣りをやるなら若干高くはなってしまいますが、私はレバーブレーキ付きのリールをおすすめします。ハリスは根ずれに強いフロロカーボンを使用するのが一般的で、道糸は 1.75 号から2号、ハリスは 1.2 号から 1.75 号程度が平均的となります。
結局どの太さのラインを使えばいいかわからないという時は、道糸2号、ハリス 1.5 号で始めるのが最もバランスがいいです。浮きに関しては棒浮きと円錐浮きの2つがありますが、まずはオールラウンドに使用できる円錐浮きを選ぶことをお勧めします。浮きには重り負荷というものが表記されていますが、風の強さや浮き下の深さによって必要な重さが変わってくるので、まずは B、3B、5B、1号の4種類を揃えておくとほぼ対応することができるでしょう。針はチヌ専用針が多数出回っていますが、まずは2号を選んでおけば問題はありません。浮き深瀬釣りでは他にもガン玉や浮きストッパーなど多数のなくてはならない小物が必要になってきます。ですから初めて購入される場合は、詳しい人と一緒に釣り具店に行くか、店員さんに聞きながら購入することをお勧めします。それにしても釣り具を選んでいるときはなんであんなにワクワクするんでしょうね。それでは冬クロダイの釣り方について解説していきます。まず浮き深瀬釣りの場合、巻き絵と差し絵の両方を用意する必要があります。巻き絵については種類が豊富にあるので、はじめは釣り具店で聞きながら購入することをお勧めします。さて、冬場のクロダイは他の魚同様、口を使うことが少なく、じっとしていることが多いです。そのため、餌持ちは悪くなりますが、刺し餌に生のオキアミを使うなど、柔らかくしてあげることがポイントの一つになります。さらに、冬場のクロダイは餌を加えた後に、反転したり、ついばんだまま移動することがほとんどありません。そのため、餌を加えているのに当たりが出ずに、潮が動いてようやく浮きに反応が出るということもありますので、浮きに注視しておく必要があります。基本的に冬場のクロダイは底にある餌を拾っています。そのため餌が浮き上がってしまうより、仕掛けが底を張った方が釣れる確率は高くなります。つまり棚を取ることが非常に重要になるということです。棚を取る方法としては、1.5 号前後のゴム管付き重りを用意しておき、針に刺して投入します。この時、浮き下が浅すぎる場合は、浮きが完全に海面下に沈んで、逆に浮き下が深すぎる場合は、浮きが海面で横倒しになってしまいます。つまり、浮きが海面ギリギリに出てくる状態に浮き止めを調整してあげるということです。クロダイ釣りでは棚取りが命運を分けるとまで言われており、ベテランでさえもわからなくなることがあるそうです。それだけ難しくもあり、面白くもあるということですね。そして棚が決まったところでいよいよ釣り開始となるわけですが、まずは巻き絵を巻いてそこに仕掛けを投入します。刺し絵を巻き絵の円膜の中で同調させるようなイメージです。そのまま潮に乗せて自然に流し、当たりがなければ一旦回収して再度仕掛けを投入し直す。これを基本としてその時その場所に合った釣り方を探してみましょう。それではまとめです。クロダイは適水温が10度から30度と陸から狙える魚としては最も幅広い水温への適性があるため、基本的に一年中釣ることができる魚です。とは言っても冬は活性が下がるので、少しでも水温が安定する内湾や湾道を狙うのがおすすめです。また、クロダイの場合は水質がクリアになると警戒心が強くなり、食いが渋くなる傾向があります。若干濁っているようなポイントを探してみましょう。タックルは釣り具店で店員さんに聞きながら、汎用性の高い一般的なタックルを揃えておけば問題ありません。クロダイは冬場はそこにある餌を食べているので、
そこを確実に釣っていく必要があります。そのため棚取りが非常に重要になってきますが、ベテランですらわからなくなってしまうほど難しく、奥が深いものとなっています。だからこそ自身で狙った棚から最高の1尾を狙ってみてはいかがですか？それでは得点パートです。寒チヌと言われる冬のクロダイは脂が乗って臭みもなくなり大変美味しいです。だからこそまず一つ目は刺身です。マダイに勝るとも言われる旨味たっぷりのお刺身を味わってみてください。そして二つ目が磯辺揚げです。柵取り後に一口大に切り分け、海苔を巻いて天ぷら粉で揚げるだけです。一口食べれば黒鯛の旨味とともに海苔の風味が口に広がり、酒のお供に最高の一品です。他にこんな食べ方もあるよという方がいらっしゃれば、ぜひコメント欄で教えてください。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。